日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。今日は台北の西門町に来ています。イエーイ。今日は私が時々行く店をご紹介しますね。はい、今私はこちらの大衆食堂もりちゃんに来ています。実はこの大衆食堂もりちゃんの店長というか社長さんは私の友達です。友達というか私の友達のご主人なんです。今午後の多分あまり忙しくない時間だと思うので少しおしゃべりしながらご飯をいただきたいと思います。やっぱり大衆食堂というだけあってラーメンもありますしカレーもあるしうどんもありますね。こちら当店のメニューとなっております。はい、こちらもおすすめのメニューなのでゆっくりご覧ください。はい、うわ、いろいろありますね。うな丼もあるし、うどんセットもあるし、一番人気があるメニューって何なんでしょうか。はい、今一番当店で人気があるのはラーメンですね。豚骨ラーメンです。豚骨ラーメンですか。はい、こちらの、辛いのもありますし、はい、ボリュームがあるのもあります。あ、そうですか。あとお店的に一番おすすめみたいな、おすすめはですね、こちらの鶏の唐揚げですね。鶏の唐揚げは私たちが台湾に来てからずっとこだわって、一番人気のメニューとなっております。ずっと売れてる、そうですね。じゃあ特盛りチャーシュー麺一つと、この唐揚げ一つと、あとこのちらし寿司一つお願いしてもいいですか。かしこまりました。はい、お願いします。今日は社長本当に撮影を許可してくださってありがとうございます。とんでもないです。こちらこそありがとうございます。じゃあちょっといろいろお聞きしたいんですけども、こちら日本からこちらにいらっしゃって今何年ぐらいですか。11年になります。もう11年されてるんですね。じゃあさっきの唐揚げは11年前からずっとこだわり続けて出してるメニューっていうことですか。そうですね。変わらない味で出してます。ああ、そうですか。確かにすごく評価が高いですよね。私のお友達もここの唐揚げはよく食べに来るって言ってます。ありがとうございます。はい。で、じゃあこの11年の間多分いろんなことがあったと思うんですけど、コロナの時期ですね。どうでしたか。そうですね、一番大変な時には、この街から人がいなくなったので私たちのこの店も3ヶ月間閉めました。お休みされてたんですね。そうですね。その間は従業員も辞めてもらったりとか、本当に全く営業ができない時期が3ヶ月間続きましたね。ああ、そうなんですか。あの頃っていうのは飲食店自体がもう中で飲食店の中で食事をすることができなかった。そうですね。その前後含めてね、コロナが台湾で広がり始めた時に、もう街から人が本当にいなくなって、飲食店の中での食事も禁止されてたっていう時期ですね。そうだったんですか。でも3ヶ月で終わるとは思ってなかったですよね、その時は。そうですね。それから少しずつ再開ができるようになって、そこからまた3ヶ月ぐらいで割とこう通常のレベルまで戻ってきたっていう感じですね。じゃあ大体半年間はちょっと辛い時期があった。そうですね。その前後もまたコロナの波が、感染者が増えたりとか減ったりとかっていうことにはだいぶ左右されましたので、あとは観光客が、海外からのお客様が全く来なかったので、これが3年間続きましたので、それもしんどかったですね。そうですね。最近ちょっと前日本とか海外からのお客さんも戻ってきたと思いますけど、2年ぐらい海外のお客さんいらっしゃらなかったんですかね。そうですね。実質3年ぐらいになると思いますね。3年ぐらいですか。3年弱ぐらい。以前は日本人のお客さん、日本人の観光客のお客さんも多かったですか。この街にはすごく多かったですけど、うちのお店は割と日本人以外の外国からのお客様がもともと多い確かに状況でしたね。日本人は小籠包を食べていろいろ台湾のものを食べると思って、じゃあコロナ後はいかがですか。この半年ぐらいはかなりお客様も戻ってきましたし、海外からの観光客も戻ってきたので、売り上げは以前に増して、順調に推移しています。以前にも増してですか。わあ、よかったですね。頑張って踏ん張って全部終わりにせずに
続けてきて本当に良かったっていうことですね。そうですね。このお店も本当に閉めるかどうかというギリギリの判断だったんですけれども、まあなんとか残して、頑張ってきてよかったなというふうに思います。もしかしたら閉めるかもっていうところまで来てたんですね。そうですね。もうそういう話をしましたし、私たちもその覚悟を一度はしましたので、まあ、結果的には続けてよかったなと。本当ですね。はい、で、私はいつも来てるのはこの正門町のこのお店なんですけども、他にもチェーン店があるっていうことなんでしょうか。このシーメンディと同じ森ちゃんっていう名前で、今台中古台中間の三井アウトレットパークの中にフードコートですね、こちらに九州麺どころ森ちゃんという豚骨ラーメン屋さんを、今年の8月にオープンしたところです。台中古のアウトレットに、同じ森ちゃんだけど、こちらは大衆食堂森ちゃん、あちらは九州麺どころ森ちゃんで、これで2軒ですね。他にもチェーン店があるんですか。他はお店の名前が、いろいろ違いますけれども、ほとんどは三井アウトレットパーク、あとは三井のララポートの中にフードコートやレストランを、こちらのお店も全部含めると今6店舗運営しています。6店舗あるんですか。わあ、ぜひ今度機会があったら行ってみたいです。ぜひ、はい、ください。で、また新しく展開する予定とかはあるんですか。はい、今後、まあ来年ですね。来年は林口のまたこれも三井のアウトレットパークになりますけれども、こちらのフードコートに新規で入る予定になってます。ああ、林口だったら近いので行きやすいですね。そうですね。ぜひ行ってみます。その後もまた台北の南岸に三井のララポートの大きな施設ができますので、こちらは今のところレストランとフードコート1つずつ予定をしております。すごいですね。南岸だったら一番近いですね。それはもうちょっと後になりますか。それもちょっと後ですね。来年の後半から再来年にかけてになりますけど。そうですか。いやー、楽しみですね。さっき11年間こちらで台湾で頑張られてきたっていうことなんですけど、その間に一番苦労したこととか辛かったこととかはどんなことですか。そうですね。まあコロナを除けば、あとはその台湾の方々の好みを把握するのに最初少し苦労したというか時間がかかったところですね。ああ、そうなんですか。日本人に受けるものと台湾人に受けるものって違うんですか。少し好みが違いまして、特に味付けの部分でいうと、台湾の方は塩分が控えめで少し甘めというか、日本人は醤油が濃くても大丈夫ですけど、そういったところの塩分や味付けを少し調整をして、台湾の方が喜んでもらえるように工夫しています。なるほど。そうだったんですか。なんか私はここの店に来るために日本に帰ったような気分になっているので、そんなに日本と違うなっていうふうにはあんまり思わなかったんですけど、微妙な違いっていうのが多分あるんでしょうね。当然その日本人の方が食べても美味しいと思ってもらえる、そのギリギリのラインを僕らも考えて調整をしているところですね。試行錯誤の繰り返しですね。じゃあこの動画を見てくださっている方たちに何か一言ありましたらよろしくお願いします。このシーメンディンでは日本人が経営している日本食のレストランっていうのは決して多くないと思いますので、このシーメンディンに遊びに来られた時にはぜひ大衆食堂森ちゃんに寄ってみて、本当の日本食の味を楽しんでいただければというふうに思います。ありがとうございます。皆さんもぜひこちらのお店に来てみてください。こちら当店のメニューとなっております。こちらもおすすめのメニューなのでゆっくりご覧ください。いろいろありますね。うな丼もあるし、うどんセットもあるし、一番人気があるメニューって何でしょうか。今一番当店で人気があるのはラーメンですね。豚骨ラーメンです。豚骨ラーメンですか。こちらの、辛いのもありますし、ボリュームがあるのもあります。そうですか。あとお店的に一番おすすめみたいな、おすすめはですね、こちらの鶏の唐揚げですね。鶏の唐揚げは私たちが台湾に来てからずっとこだわって、一番人気のメニューとなっております。ずっと売れてる。そうですね。じゃあ特盛りチャーシュー麺1つと、この唐揚げ1つと、あとこのちらし寿司1つお願いしてもいいですか。かしこまりました。お願いします。
今日は社長本当に撮影を許可してくださってありがとうございます。とんでもないです。こちらこそありがとうございます。じゃあちょっといろいろお聞きしたいんですけども、はい、こちら日本からこちらにいらっしゃって今何年ぐらいですか？11年になります。もう11年されてるんですね。じゃあさっきの唐揚げは11年前からずっとこだわり続けて出してるメニューっていうことですか？そうですね。変わらない味で出してます。ああ、そうですか。確かにすごく評価が高いですよね。私のお友達もここの唐揚げはよく食べに来るって言ってます。ありがとうございます。はい。で、じゃあこの11年の間多分いろんなことがあったと思うんですけど、コロナの時期ですね。どうでしたか？そうですね、はい、一番大変な時には、はい、この街から人がいなくなったので、私たちのこの店も3ヶ月間閉めました。お休みされてたんですね。そうですね。その間は従業員も辞めてもらったりとか、本当に全く営業ができない時期が3ヶ月間続きましたね。ああ、そうなんですか。あの頃っていうのは飲食店自体がもう中で飲食店の中で食事をすることができなかった。そうですね。その前後含めて、コロナが台湾で広がり始めた時に、もう街から人が本当にいなくなって、飲食店の中での食事も禁止されてたっていう時期ですね。そうだったんですか。でも3ヶ月で終わるとは思ってなかったんですよね、その時は。そうですね。それから少しずつ再開ができるようになって、ここからまた3ヶ月ぐらいで、割とこう通常のレベルまで戻ってきたっていう感じですね。じゃあ大体半年間はちょっと辛い時期があった。そうですね。その前後もまたコロナの波が、感染者が増えたりとか減ったりとかっていうことにはだいぶ左右されましたので、あとは観光客が海外からのお客様が全く来なかったので、これが3年間約続きましたので、それもしんどかったですね。そうですね。まあ最近ちょっと前日本とか海外からのお客さんも戻ってきたと思いますけど、2年ぐらい海外のお客さんいらっしゃらなかったんですかね。そうですね。実質3年ぐらいになると思いますね。3年ぐらいですか。3年弱ぐらい。以前は日本人のお客さん、日本人の観光客のお客さんも多かったですか？この街にはすごく多かったですけど、うちのお店は割と日本人以外の外国からのお客様がもともと多い、まあ確かに状況でしたね。日本人は小籠包を食べていろいろ台湾のものを食べると思うので、じゃあコロナ後はいかがですか？この半年ぐらいはかなりお客様も戻ってきましたし、海外からの観光客も戻ってきたので、売り上げは以前に増して、順調に推移しています。以前にも増してですか？わあ、よかったですね。頑張って踏ん張って全部終わりにせずに続けてきて本当に良かったっていうことですね。そうですね。このお店も本当に閉めるかどうかというギリギリの判断だったんですけれども、何とか残して頑張ってきてよかったなというふうに思います。もしかしたら閉めるかもっていうところまで来てたんですね。そうですね。もうそういう話をしましたし、私たちもその確認一度はしましたので、結果的には続けてよかったなと。本当ですね。で、私はいつも来てるのはこの正門町のこのお店なんですけども、他にもチェーン店があるっていうことなんでしょうか？このシーメンディと同じ森ちゃんという名前で、今台中古台中間の三井アウトレットパークの中にフードコートですね、こちらに九州麺どころ森ちゃんという豚骨ラーメン屋さんを今年の8月にオープンしたところです。台中古のアウトレットに同じ森ちゃんだけど、こちらは大衆食堂森ちゃん、あちらは九州麺どころ森ちゃんで、これで2軒ですね。他にもチェーン店があるんですか？他はお店の名前がいろいろ違いますけれども、ほとんどは三井アウトレット、あとは三井のララポートの中にフードコートやレストランを、こちらのお店も全部含めると今6店舗運営しています。6店舗あるんですか？わあ、ぜひ今度機会があったら行ってみたいです。ぜひ、はい、ください。で、また新しく展開する予定とかはあるんですか？はい、今後、来年ですね。来年は林口のまたこれも三井のアウトレットパークになりますけれども、こちらのフードコートに新規
入る予定になっています。ああ、林口だったら近いので行きやすいですね。そうですね。ああ、ぜひ行ってみます。はでその後もまた台北のい。南岸に三井のララポートの大きな施設ができますので、はい。こちらは今のところレストランとフードコート一つずつ予定をしております。すごいですね。ああ、南岸だったら一番近いですね。それはもうちょっと後になるんですか。それもちょっと後ですね。あー来年の後半から、再来年にかけてになりますけど。そうですか。いやー、楽しみですね。さっき11年間こちらで台湾で頑張られてきたっていうことなんですけど、その間に一番苦労したこととか辛かったこととかはどんなことですか。そうですね。コロナを除けば、はいあとはその台湾の方々のはい。好みを把握するのに最初少し、苦労したというか時間がかかったところですね。ああ、そうなんですか。はい日本人に受けるものと台湾人に受けるものって違うんですか。やっぱり少し好みが、違いまして、ー特に味付けの部分でいうと、はい。台湾の方は塩分が控えめあであ。少し甘めというか、うんやっぱり日本人は醤油が濃くても大丈夫ですけど、そういったところの塩分や味付けを少し調整をして、台湾の方が喜んでもらえるように、工夫をしています。あ、なるほど。ああ、そうだったんですか。なんか私はここの店に来るために日本に帰ったような気分になっているので、そんなに日本と違うなっていうふうにはあんまり思わなかったんですけど、微妙な違いっていうのが多分あるんでしょうね。当然その日本人の方が食べても美味しいと思ってもらえる、そのギリギリのラインを僕らも考えて調整をしているところですね。ああ、試行錯誤の繰り返しですね。じゃあこの動画を見てくださっている方たちに、何か一言ありましたらよろしくお願いします。はい、このシーメンディンでは日本人が経営している日本食のレストランっていうのは決して多くないと思いますので、このシーメンディンに遊びに来られた時にはぜひ大春食堂森ちゃんに寄ってみて、本当の日本食の味を楽しんでいただければというふうに思います。ありがとうございます。皆さんもぜひこちらのお店に来てみてください。今ちらし寿司が来ました。見てください。すごく綺麗ですよね。で、日本ではよく数の子を食べると思うんですけど、台湾ではね、この数の子だけじゃなくて、この魚と卵が一体化しているこういうものがよく出てきますね。数の子とニシンですね。ニシンの子供が数の子なんですね。これが一体化しているものと、私が大好きなサーモンですね。サーモンと、そしてマグロですね。マグロと、そしてカニ棒と卵ですね。たっぷり入ってます。あとわかめもありますね。美味しそうです。じゃあ私が大好きなサーモンからいただきます。すごく幸せな気分になりますね。もう一瞬日本に帰った錯覚を起こしますね。ご飯も美味しい。一番の自信作とおっしゃっていた唐揚げです。見てください。この一つ一つの唐揚げの大きさ、一つがこんなに大きいんですよ。こんな大きい唐揚げ、割れちゃいましたけど、こんな大きい唐揚げなかなかないですよ。熱々のうちに食べてみます。外はサクサク、中はジューシーです。これがベストセラーって言われるのは本当によくわかります。納得ですね。唐揚げ本当おすすめです。もうここの店に来たら唐揚げは必ず注文してください。そして次がチャーシューラーメンなんですけど、見てください、このチャーシューの量すごいですね。さすが特盛りって書いてあっただけありますね。じゃあまずはチャーシューから食べてみようかな。チャーシューをいただきます。これ何枚でも食べられる感じというのは結構あっさりしてるんですよ。チャーシューって聞いたらものすごくこってりしてて脂っこいっていうイメージがありますけど、こちらのチャーシューはすっごくあっさりしている。これが多分さっきおっしゃってた日本人向けと台湾人向けでちょっと変えるように
工してるっておっしゃってたのはこのことだったと思いますね。そして私が大好きな豚骨ラーメンですね。野菜もキャベツも入ってるし、きくらげも入ってるし、海苔も入ってるし、そして味付け半熟卵も入ってますね。じゃあ結構麺はもしかすると日本人向けにちょっとこうシコシコ麺、柔らかくならないようにコシを残した状態で煮てくださったのかもしれません。結構コシがあります。じゃあいただきます。コシがあって美味しいです。味付け卵も食べてしまう。こういう風に中をトロトロにして作るのって結構難しいんですよね。すごく美味しいです。これおすすめです。今回社長から視聴者さんに特別なプレゼントがあります。この動画を見て正門町のお店に食事をしに来てくださった方にジュースを1本プレゼントしますとのことです。春先生の YouTube を見ましたと店員さんに言えば飲み物がもらえますよ。はい、わかりましたか？皆さん、私と店長の話が何%ぐらい聞き取れましたか？よかったらコメントで教えてください。そして今回お伺いしたこの森ちゃん食堂については説明欄に載せておきますので、ぜひご覧ください。ではまた日本語カフェで会いましょう。春でした。